にチャレンジする女性たちを応援する MBA チアスチャンネル始まりました。今回のテーマはリスクマネジメントです。自己紹介を初登場の阿部ちゃんお願いします。今回初めてスタジオに参加させていただきます。今回阿部ちゃんというところで出演します。よろしくお願いします。2020年に皆様と同級生で卒業させていただいてまして、法務担当としてちょっと務めております。前回から引き続きよろしくお願いいたします。しほこです。セガサミーという、エンターテインメントの企業で働いておりますえつこです。オープンイノベーションを推進しておりまして、コーポレートベンチャーキャピタルのほかトンネル東京というコワーキングスペースも運営しております。こちらに QR コードありますので、よろしかったら皆さんお気軽に遊びに来てくださいね。今回のテーマのリスクマネジメントってそもそも何のことなの？リスクマネジメントは危機が発生する前にそれを回避する、もしくは被害を最小限に抑えるために様々な施策を打つことです。細かく言うとクライシスマネジメントという言葉もありまして、危機は必ず発生するという前提のもと、人や機械、装置など機能不全に陥るのを覚悟の上で、初期対応や二次対応の回避を行うというものです。つまりリスクマネジメントは事前対策、クライシスマネジメントは事後対策というような位置づけになります。リスクにはそもそもどんなことがあるの？まずは外部環境リスクであるグローバルリスクを紹介します。グローバルリスク報告書2020によると、今後10年間に発生する可能性の高い上位5位のリスク全てが環境に関連するリスクなんです。第1位が異常気象、同じく1位に気候変動の緩和適用の失敗、第3位が自然災害、第4位が生物多様性の喪失と生態系の崩壊、第5位が人為的な環境災害となっております。結構地震がそろそろ大きいの来るんじゃないかとか、まさにクライシスマネジメントも視野に入れてないといけないんだなというふうにすごく思います。ここで、企業のリスクマネジメントおよびクライシスマネジメントの実態調査についてもご紹介いたします。まず日本国内では地震などの災害の発生というのがダントツ1位になっています。そして法令遵守違反、第3位に、人材不足というのが挙げられています。一方海外の方はですね、子会社に対するガバナンス不全というリスクが高いということが分かってきます。あとは品質チェック体制の不備だとか、日本では見られないような問題が上位に上がっているというのが特徴かと思います。子会社に対するガバナンス不全ってどういうことなの？コーポレートガバナンスという言葉聞いたことあると思うんですけれども、内部統制に関する会社の体制を整えておくということで企業統治を図っていく、これが不十分であるということから問題が起きてしまうということかなと思います。このランキングを見て私が気になったのは、実は日本国内海外拠点ともに上位に出てきている人材流出、人材獲得の困難による人材不足。リスクと聞いてパッとこれが思い浮かぶというような項目ではなかったので意外性がありましたね。イメージ的に海外ってよく仕事が少し合わないなと思うと辞めてしまうみたいな話は以前勤めていた会社でもよくあったんですけれども、逆に言うと日本は結構一回就社するとずっと定着するみたいな個人的なイメージがあったんですけれども、結構海外と国内ともに上位に上がってきて、しかも国内の方が、第3位と結構日本の中でも状況が変わってきてるのかなというふうにちょっと思いますね。やっぱり人材が流動していくと情報漏洩ですとかそういったリスクも高まってきているのかなというふうに思います。そもそもリスクって回避できるものなのかな？リスクの考え方なんですけれども、プラスの影響とマイナスの影響、両方の影響が生じるというふうに考えられています。リスクには次のようなものがあります。まず戦略リスク、財務リスク、自然災害等のハザードリスク、不正等のオペレーショナルリスクの4種類です。そういったさまざまなリスクに対して企業が取るべき4つのリスクの戦略としては、リスクの低減、回避、移転、保有といったものがあるようです。例えば意思決定のルールを決めるっていうのもあるよね。会社の上層部での意思決定といったものもありますが、匿名で意見を出す仕組み、チームを増員するとか、現場で上がってくる疑問意識みたいなのを伝えやすくする場を作るとか、っていうのも大事かなって思いますね。その意思決定のルールをきちんと決めたとしてもリスクが生じてしまうというか、やはりトラブルなどが生じた時にはやはりトップの対応というか、しっかり謝罪するですとか、その謝罪で炎上してしまった事例など過去あまたあると思うので、リスクを起こる前から検討しておくのもいいのかなというふうに思います。
リスクを移転する例でいうと、バリューチェーンの一部を、あえて他社さんに行っていただくということで、自社にリスクを高めすぎないようにする。例えばウェブサービスの構築や運営などを他社さんにお願いするというのも一つの手かなと思います。そういう専門的な方たちに頼んだ方が、専門知識であったり、そういったそれこそリスク対策方法なんかも知っていると思うので安心すると思います。安心してお任せできるというだけでなく、何かあった時の損害賠償責任だとかっていうところも契約で定めることで追求することができるので、これは自社にある場合とは大きな違いかなというふうに思います。海外の先ほどのランキング1位だったようなガバナンスの問題なんかは、やっぱり意識を変えていくっていうこともすごく大事なのかなと思っていて、例えば海外では、暴動だとかが日常茶飯事的に残念ながら起きているような国地域もありまして、こういったことをリスクだと認識するっていうところの基準というのはそれぞれの価値観によって異なるようで、そういった認識を普段から、グローバル企業であれば合わせておくといったことも大事そうですね。先ほどのランキングでもありましたが、情報漏洩というところも上位に入っておりますけれども、結構これってうっかりミス、ヒューマンエラーなんかでよく起きてしまうかなと。で、私がちょっと具体的に聞いたことがあるのは、本当にうっかりメールの添付をした資料を間違ったお客さんに送ってしまって、しかもそこに価格が書いてあったりして、卸値全部バレましたけどみたいな誰しもあるし、社内でも、私も送信ミスとかは極力しないようにしても、宛先入れた時に似たような名前の人がいるとなんか間違えてしまうっていうのはなんか結構あって、私ももちろん間違えてしまうことってあるんですけど、間違えてしまった時にどれくらい重大なことになるかっていうのを、みんなが等しく予想できるかっていうとそうでもないかなと思っていて、メールの誤送信とかって完全に防ぐのは難しいかもしれないんですけど、起きた時にどれくらい影響があるから、どうやって対応しなきゃいけないよっていうところをみんなに周知しておく、一人一人の行動に責任を持ってもらうっていうところ、意識改革っていうのがすごい重要かなって思います。どちらかというとリスクマネジメントに対して準備している企業、自分自身もそれに対してこうだなというアイディアはあると思うんだけれども、実際に何か起きた時のクライシスマネジメントに対する準備をしている人というのは実はなかなかいないんじゃないかなというふうに感じています。あとはリスクが明らかになっている場合に代替案を検討しておくというのも必要かなと思いますし、場合によってはリスクがあるからその、事業だとか施策を行わないっていう判断も必要かなっていうふうに思います。視聴者の方から今回も相談メールが来てるよね。ご紹介いたします。全国に販売代理店を保有する製造販売会社です。現在メルカリ、ラクマ、ヤフオクなど個人売買がネットで簡単にできる時代になりました。このシステムが多くのメーカーにとって頭を悩ませることになっております。製造販売会社、仕入れディーラー、販売店、顧客と、上記の通り商品は流通しています。しかし販売店がメルカリ、ラクマなどで 70% から 80% の価格で新品商品を個人消費者を装って販売しています。このシステムにより商品のブランド化、価格維持、商品価値が保てず、現状では規制方法など法的な処置も取れず難しい問題になっております。上記の問題を解決できる方法や誓約書で取り締まる方法はあるのでしょうか。皆様のお知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いいたします。大阪府製造販売業代表取締役 N 様より頂戴しております。こんな意見いただいてるけどどうかな。どういう形で規制をするかってよく考えないと法律違反になってしまうかなと。ただ確実に一つなんかやってはいけないかなと思うのは、価格ですよね。やっぱり安くメルカリとかで売られてしまうとブランド価値っていうのも毀損されてしまうっていう心配があるので、なるべくこの製造会社さん定価 100% で売りたいっていうのは分かるんですけれども、一回その仕入れディーラーなり販売店に卸した後に、あなたたちは、いくらで売りなさいっていうような価格を縛る取り決めは、なさらない方がいいかなというふうに思います。というのもやはり一度売ってしまったら所有権っていうその物に対する権利っていうのは相手に移ってしまうので、自分がもう管理する権限がないのにいくらで売れっていうのはやっぱりちょっと法律的にはおかしいというふうに言われてしまう可能性はあるかなと。販売経路まではコントロールできないっていうことなのね。絶対できないかっていうとそんなこともないかなとは思うんですけれども、コントロールの仕方によるかなと。
確かに阿部ちゃんが言った通り、どういった商品を販売するのかにもよるんですけど、ブランドとしての価値を維持するために定価で販売したいようなケースもあれば、こういったメルカリとかヤフオクを通じて、販売の裾野を広げてより多くの人に知ってもらうのがいいケースもあると思うので、それぞれ目指すべき道はまちまちかなというふうに思いますね。例えば販売方法で直接商品だけをメルカリなどで入手する場合と、専門店で買った場合との取り扱いを差別化するとかっていうのも一つの手段かなと思っていて、正規店で買った場合には保証がつくとか、丁寧に使い方を教えてもらえるとか、アフターサービスがあるとかっていったところで、正規ルート以外で購入された方と違いを明らかにして、それをマーケティングで、表していくといったようなことも一つの施策かなと思いますね。あとは本当に実際メルカリさんたちに何かしら協力してある意味意見を聞いてしまうっていうのも実は手じゃないかなというふうに思ってます。共存の道を探してお互いにウィンウィンの道を探せるような、そんな働きかけをしてもいいのかなというふうに感じます。今回はリスクマネジメントについて紹介しました。次回はオペレーションズマネジメントです。クラウドファンディングに挑戦中です。番組存続のためにぜひ応援してね。